どうも皆さん、カイトです。ロックマンっぽい世界観、グラビティサーキットをご存知でしょうか？こちらは2023年7月14日に Steam、2023年11月30日に Nintendo Switch、PS5 でリリースされたゲームになります。早速収集アイテムを全て得得してクリアしたんですけど、細かな作り込みも半端ないロックマンライクでしたね。クラシカルにデザインされたドット描写にロックマンをインスパイアしたアクション要素、独自にアレンジできるバフの付け替えなどめっちゃ面白かったです。今回はグラビティサーキットというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、主人公のグラビティサーキットことカイが悪の軍団であるウイルス軍を倒すために奮闘する 2D ジャンピングアクションです。パッと見のデザインでお気づきかもしれないんですけど、ロックマンとロックマン X を足して2で割ったような要素が取り入れられてて、操作性やステージ構成にその影響が強く見られるのが本作。通常のロックマンと違う点として、遠距離攻撃がメインではなく、殴る、蹴る、投げるなどの近接攻撃がメインでの戦闘です。必殺技としてはゲージを貯めることで使用可能なバーストスキルとかもあったり、またワイヤーを使ったフック移動や崖を登るための壁ジャンプ、懐かしさを感じるスライディングにボタン長押しで無限にダッシュができると、常にハイスピードに移動することもできます。ステージはアスレチックゾーンで、ギリギリジャンプをしながらのワイヤーからギミックを使った特殊移動と王道感も外さないのが伝わります。主人公のカイには最大3つのパッシブ能力、ブースターチップと最大4つの必殺技、バーストスキルを装備でき、好きな組み合わせでステージ攻略に臨めます。これらはお金で購入ができるので、ステージ内で貯めてから購入して装備しましょう。これが体力ゲージで、これがエネルギーゲージ。相手を破壊した時に出現するエネルギーを吸収することで増えていきます。基本的にはステージ選択画面でボスの華麗なポージングを楽しみながらステージを攻略していき、カイのゴリゴリの近接ムーブをかましながら力でねじ伏せていきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、舞台は地殻ロボットが住む近未来。数十年前に敗北したと思われたウイルス軍が再び世界を恐怖に陥れます。弱体化していた守護兵団には全戦争で活躍したグラビティサーキットことカイを呼び、この最悪の事態を解決するために力で分かれせに行くってお話。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、派手なアクションで見せる。近接攻撃がメインのロックマンライクということで、常に敵との接近が求められます。パンチラッシュで敵を破壊する派手さはマジで半端ないねん。通常攻撃できない敵もいますが、このゲームは全ての敵にダメージを与えられるのが面白い。上空の敵には回し蹴りから破壊してのつかみで、それらの敵を利用して他の敵に大ダメージを与えて倒すなど、一つ一つの動作に無駄がなく、それらをスピーディーに展開できた時は爽快感がめっちゃあります。またバーストスキルも多彩なんですけど、ダッシュ攻撃のバーストと光線が打てるバースト、ファイルドライバーができるバーストがお気に入りでしたね。というより見た目が好きなので一番対応してました。ギミックも破壊できる箇所が多く、壊せる壁などは派手にぶっ壊れてくれるんで、プレイヤーに見せるという楽しさもすごく感じ取られたんですよね。自分だけのコンボを考え出す楽しさも半端ないんで、プレイ中にどんどん活用していけたのもなかなかの力こそ正義でした。2、ロックマンライクを思わせる数々。ジャンルの時にでも軽くは触れたんですけど、往年のロックマンにロックマン X がミックスされた感じと思って大丈夫です。要するに無限ダッシュに壁ジャンプ、そしてライドアーマーに乗って敵を無残に壊していく体験が味わえるのがグラビティサーキット。現代風にアレンジされているおかげで残機数の概念がなく無限コンティニューできるのはありがたい。トゲや落下はダメージを受けるだけで、これはロックマンが苦手な人にでも優しい配慮だなと思いました。主人公の動きやステージは懐かしさを感じさせますが、一番の見どころはステージを選択をした時のボスのポージングと名前紹介。この瞬間にテンション上がったのはカイトだけでしょうか。ステージのちょうどいい難しさはとにかく、初見でのボス戦はとても強くやられてしまいますが、リトライが鬼のように速かったおかげでだれることなく再挑戦できました。いっちゃん最初に電撃のやつと戦いましたが、チップが整ってない状態は半端なく強いので注意してください。またストーリーがとても分かりやすく、キャラクター同士の会話も自然で、今はどういう状況かをはっきりと伝えてくれるのもプレイヤーにストレスを感じさせませんでしたね。3、
クリア時間は7時間。実績以外の収集アイテムを全て得得してのクリア時間は7時間ほどでした。このゲームではキャラクターの色は単色で構成はされてるんですけど、各ステージのどこかしらにあるカラーチップが配置されてて、それを取ることで拠点でキャラクターの色を変えることができます。それぞれの色には特殊能力が備わっているんで、ステージに移動前にカラーチェンするのもありですね。個人的には最初のレッドの見た目が好き。他にもチップ、バーストスキルを全て得得したり、各ステのヘルプミンを全て救出したり、体力やエネルギーゲージのバフを得たりといった様々な回収要素がステージごとに見やすくなっているのも特徴で、後からでも効率よく集めることができましたね。全てのアイテムを集めても7時間程度でながら十分に満足できる内容でした。以上になります。ウイルス群に単身で乗り込むジャンピングアクション、グラビティサーキット。ステージでのワイヤー突破の箇所でうまくいかなくても、チップの2段ジャンプが有能すぎる。色々とバーストスキルを試してみたが、一番安定するのがダッシュ攻撃。この機会にぜひロックマンして悪の親玉を破壊しに行きませんか。きっとダメージを食らってトゲに落としてくる敵が厄介すぎる。ゴリ押しムーブで無理やり突破したらなんとかなるやろってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。